じゃーということで、15時になりましたので、アンバー渓谷に行ってみたいなと。そしてね、ポケモンの生息のね、様子だったりとか、鍋拡張どれぐらい夢のかけら使うのとかね、まずね、上陸してみてわかることをね、もろもろチェックしていきたいなと思います。ということで、バタフリーちゃんには一緒にアンバーに行ってもらいます。参りましょう。じゃあまず目標達成、寝顔図鑑の目標450種を達成していきましょう。目標達成の報酬、新しいフィールド、アンバー渓谷アンロック、ダイヤ200個、食材チケット M2 つ、万能飴 M2 つ、フィールドボーナスの上限がプラス 5% されるなんて書いてくれてるんだね。ということで、450種達成でフィールドボーナス上限 80% まで上がるようになりますが、なんかキャンチケとかメインスキルの種とかそういうのはもらえないって感じみたいだね。でもダイヤ200個ありがとうございますだね。食材バッグこの間ね大きくしてちょっと600個ほど使ってしまいましたのでやっていきましょうか。うわ、久々に見るこれ。嬉しい。寝顔の登録達成450種ということで、やばい、食材道具バッグがパツパツになってる私今。さあ、ネロリ博士、アンバー行きたいよ。おめでとう。早くも寝顔図鑑に450種類のポケモンの寝顔を登録できたね。君がリサーチを頑張ってくれている間に、新しいフィールドの後つべアンバー渓谷へ行けるようにこちらで手配しておいたよ。有能ネロリさん。アンバー渓谷は流れる川が長い歳月をかけて地層を削り生まれた巨大な地形なんだ。ドラゴン、虫タイプのまだ見ていないポケモンが見つかるかもしれないよ。ということで、次の図鑑目標の510種類を達成するためにもぜひ訪れてみてほしい。その間にこちらでもまた睡眠リサーチに役立つものを探しておくよ。ありがとうございます。何もらえるんでしょうね。金種もらったもんね。で、金種ももらったもんね。なんか、進化アイテムとかもらえたりするかな。それじゃあ引き続き睡眠リサーチを頑張っていこう。よろしくお願いします。さあ、そしてもう引き続き目標達成からいっちゃおうかしらね。510種見てしまいましょう。ダイヤ200個、お手伝いホイッスル3個、万能飴 M2 つ、フィールドボーナスの上限プラス 5% だ。なので全フィールド 85% 上限ということになりますので、90% 上限だと若草 EX のフィールドボーナスを上げてる余裕ないんじゃないかなみたいな話をどっかの動画でねしたんですけど、 85% 上限なのであれば多分そのアンバーを 85% まで上げて、他のフィールド 85% まで上げて、若草 EX を 85% まで上げたぐらいでシアン EX が追加されるみたいな展開になるのかなという気がちょっといたしますね。今回お手伝いホイッスルをくれる感じなんだ。あんまり必要ではないが余らしちゃうんだよね、お手伝いホイッスル。ちょっとどっかでホリデーとかかなで使っていきたいなと思います。その間道具バッグ大丈夫そうオッケー、510種類達成となりました。さあ、ネロリ博士、またすぐ来ちゃいました。おめでとう。早くも寝顔図鑑に510種類のポケモンの寝顔を登録できたね。リサーチを頑張ってくれている君にお手伝いホイッスルをあげるよ。ありがとうございます。お手伝いホイッスルを使うことでポケモンが活発になって一気にお手伝いが進むんだ。大量の木の実は食材を拾ってきてくれることでカビゴンをすぐに大きく成長させることができるよ。次の図鑑目標を達成するためにもぜひ使ってみてほしい。その間にこちらでもまた睡眠リサーチに役立つものを探しておくよ。新たなフィールドをどうこうじゃないんだ。はあ、ということで、それじゃあ引き続き睡眠リサーチを頑張っていきましょう。お手伝いホイッスルを頂戴しました。私の道具バッグは110個パッツパツです困り果てました。よろしくお願いします。うわー、ちょっと待って、一旦じゃあもう行くか。鍋見る前に先に行くか。で BGM 聞きながら鍋見ていきましょう。だってどうするんだっけ、マップからかやっていこう楽しみ。 BGM 楽しみだねみんな。さあ、70% 進んでおりますアンバー渓谷です。まず行ってからフィールド図鑑とかもチェックしましょうかね。秘境に広がる雄大な渓谷地帯、過酷な環境に順応した草木が命を育むドラゴン、虫タイプのポケモンが多く生息していると書かれております。適正チーム SP は2万以上ということになっていまして、2万高くね。ゴールドから5000も上がっていて、ラピスラズリからでも5000ずつ上がってんだ。やばいね。インフレを感じますけれども、行ってみましょう。アンバー渓谷フィールドへ。はい、行っちゃいます。よろしくお願いします。データダウンロードしてくれ。オッケー。じゃあ BGM に耳を澄ませて行きましょう、アンバ
カビゴンすごい色。チョコカビゴンだ。リクエスト料理デザートドリンクとなりました。やっていきましょう。好きな木の実は毒、虫、ドラゴンとなっております。すごいチョコ色カビゴンだ。さあ BGM。かっこいい。かっこいい。来ました。アンバー渓谷です。めちゃくちゃかっこいい。ちょっとね、BGM とともにフィールドの前景を皆さんにお見せしたんですけれども、いやー、雄大だね。涙出そうだね。ほんと単純なんだから。オッケー。さあじゃあ、ね、このフィールドに思いを馳せながら、夢のかけら、現実と向き合っていきたいなと思います。見ていこう。鍋容量を大きくしたいぜ。ってことで、鍋69個最大、56万個で増やせるみたいです。ちょっと先に、あれだね、今のかけらの総量を見ておこうか。今ね、432万かけらほどあります。432万かけらね。ちょっと書いとくわ。iPad のメモを起動して、432万かけら。OK、書いた。さあ、ここから減らしていきましょう。減らしていきましょうって。やっていきましょう。鍋拡張するぜ。まずは56万かけら。あ、もう書いてあったね、そこにね。さあ、鍋拡張3個できて、72万かけら。もちろんいきますか。これ全部いくか、とりあえず。もういっちゃうか。次95万かけら。めっちゃ増えてる？めっちゃ増えてるな。次100万以上要求されるな。120万かけらとなりまして、全部でトータルで89万かけらになったよ。計算できない。一旦増やすわ。今、頭が働いていないから何も計算できないんだけど、432万が89万になりました。つまり計算機を出して、432引く89は343万かけら343万かけら必要です。さすがにもうこれ以上ね増やせないということで、いつも通り12個分4回分ね鍋を大きくすることができましたが、343万かけら必要みたいです。最後120万だったから、次もうどうなっちゃうの？ 150 万180万210万240万みたいなことすごいことなってきたけど、まあ一応ね貯めていたのでそれなりには増やせましたが、89万になってしまって考えなしにね全部上げちゃったので、ホリデーが心配ですちょっとサブアカは自分のね料理パワーアップ S とかと様子見ながら上げていこうかなと思いますけれども、皆さんもいきなり最大まで上げるんじゃなくて、ここまで上げたらこのスキルでこれが作れるなっていうところまでね、それこそそのアンバーの料理とか、アンバーの料理はまた別かな。アボカドを厳選終えないと作っていけないのでね、今のレシピレベルのね上がっているレシピとかがどこまで作れるかに合わせて鍋拡張してもらって、でホリデーで雨ブーストするなどしてからまた上げたっていいよね。そんな感じでやっていただければなと思います。オッケー、そんな感じ。ちなみにミッションのお香はあれだ、私も取っちゃってるんだよな。なのでわかりませんわかりませんけれどもといったところなんですが、かははははっけー。さあエナジーちょっと見ていこうか。怖いんですけどね。さあということで、もうちょっと前回までのやつがどんな感じだったか全く覚えてないんだけど、まあでもなんかやっぱ若草 EX に比べたらだいぶマシそうな雰囲気は感じていきながら、マスター1が130万エナジー、確かゴールドのマスター3が129万エナジーぐらいだったかなと思うので、ゴールドマスター3がマスター1ぐらいの感じとなっていて、気になるお香がもらえるマスター3は165万エナジーほどとなっています。ゴールドからプラス36万エナジーぐらいと
なっているので、まあまあなんか、まあ順当に強化されてるかな。でも、いけなくはないかなっていう感じのエナジー感かなと思いますね。これぐらいだったら、まあ、初週から、来週からね、ゲットしていけるのかなという気はしますね。じゃあそのまま続いて見ていきまして、マスター10が300万ちょっとぐらいとなっているので、まあこれぐらいはそのうちいけるようになるでしょうってところなんだけど、マスター15がもう500万近くて、マスター20が852万円だし、待って、マスター19から150万増えてんだけど。マジ850万か。待って、ゴールドが670万ぐらいだったっけから180万エナジーぐらい増えてるか。まあでもゴールドもそれぐらい増えてたから、まあこれぐらいの増え幅になるかというところなんだけど、これいけんのかなまあでもフィールドボーナスも 85% までは上がるから、来年のサマーフェスティバルだったり、スプリングフェスティバル、サラダ 1.5 倍、カレー 1.5 倍の時に新ポケモンとかもがっつり育ってていけるみたいな風になるかねちょっとデカ盛りないときつそうだけどな。キャンチケなしだとかなりきつそうな雰囲気は感じられますけれども、エナジー的にはこんな感じとなってます。ノーマル1の時点ではネガオ32種類だって。他のフィールドどうだったっけゴールド見てくればよかったね。オッケー。じゃあそんな感じでマップからね、どんなポケモンが生息しているのかチェックしていきましょう。よろしくお願いします。BGM これになっちゃうねさあ見ていこう。キャタピー族がまず真っ先に飛び込んでくれたぜ。うとうとはあれだね、達兵衛たちがいるから寝顔の埋まり具合はあんまりだよというところさ。キャタピー、トランセル、バタフリー、アーボック、そして内定していましたカイロスはすでにいて、パルデアウパーも内定して、タネヘラクロスとバンギラスもしっかり来てくれています。これ実はね、メタモンの新しい寝顔がまあバンギラスに関わる寝顔ということで、一応ぼかしたけど、ね、バンギラスに関わる寝顔ということになっていますので、ヨーギラス族もどうやらいるよというアンバー警告になってますね。立地的にはね、いてもおかしくなさそうだもんね、バンギラスね。若草 EX にもいてくれてるので、やっぱ奥まった山の奥には奥まった山の奥にはね、バンギラスいてくれてるのかもしれません。そしてしっかりとドラゴンタイプでありますチルタリスがいてくれて、うとうとここあれだな、達兵衛、コモル、ボーマンダだと思う。方円地方のチルタリスの後にいるからね。で、ここが石住まい岩パレスになっていて、バーケッチャたち来てくれていて、ストリンダーたちもいるぜといったうとうとになってます。バーケッチャたち来てくれてるよ。一安心だから事実上あれだね、もう新ポケモンは達兵衛、ナックラー、石住まい、バケッチャみたいな、ゴールドの時もね、不安定込みで4体いたみたいな、なんかそういうスタートの感じを感じます。ね、突然訛り出しました。パルと申します。よろしくお願いします。となっていて、じゃあスヤスヤタイプ見ていきましょう。結構スヤスヤはゲットできているね。まあ新ポケモンいないから、当たり前といえばそうなんだろうけど、炎タイプいっぱいいるか。人影来てくれてるリザードももちろんいるよねってことで、炎が来てくれてる雰囲気感じまして、ピッピピクシーはどこにでもいるよと。まあお月見山にね、もともと生息しているポケモンなのでいるよねということで、ロコン、キューコンも来てくれたので、本格的に炎タイプパラダイスが建設されていて、ラッキーガルーラも姿を現してくれました。ラッキーいるってことはピンプクいて欲しすぎるんだけど、よろしくお願いします。メタモンね、顔が1個増えてるぜ。もちろん来てくれてて、EV も多分進化後はいないのかなけど EV は来てくれてるよという感じ。ブースターちゃんとかいたりするだろうか。そしてネイティオハピナスもしっかりいて、エンテーもおりまして、アチャモもいる。もう喋ること多すぎる。最近のポケモンはだいぶ追加してくれている雰囲気だ。まあネイティオも鳥なのでね、飛んでいけるというところから、ナンバー前に実装するエスパータイプのポケモンとして白羽の矢が立ったのかなというところ、ちょっとね予想できなくもないぞということで、ちなみにラッキー族に関してもね、花田の洞窟とかにレベル65ぐらいのラッキーがね、初代とかでムキムキのラッキーいましたので、まあいるだろうし、今ガルーラもね、岩山トンネルとかに生息してますのでいるだろうし、やっぱり火山っぽいね、あったかい温暖な気候っぽいね、アンバー渓谷、サボテンも生えちゃってますからね、そういうフィールドなので、エンテイも来てくれたよという中で、アチャモもいて、そっか、アチャモ進化系はぐっすりタイプだ。プラスルマイナンいるんだ。ムンナもいるんだ。へえです。プラスルマイナンは、なんでいられるんですかなんでいられるんですか、あまりにも語弊があるんだけど。ねえ、意外と、全然こういう山奥
いけるんだね。山奥いけるんだね。で、これで、すやすや終了してるぜ。ムンナムシャーナもあんまりイメージないな、この辺。サイコパワー、浮いていて。まあでも夢の跡地まあでもそこは発電所っぽいな。まあちょっとね、ムンナムシャーナ、プラセル、マイナンが、いや、こういうとこ結構いますよ、みたいなね、知ってる方いたらコメントで教えていただけたらなと思います。まあ当然と言うべきかね、すやすや、まあ難しいね。すやすや難しいね。やっぱり新ポケモンもいないし、アチャモも進化後はぐっすりだし、ハピナスも狙いたいのはピンプクぐっすりだし、みたいな感じで。みたいな感じだ。まあ私は人影 AAA のミート担当をお迎えしたいなと思っておりますが、人影もいてガルーラもいてヨーギラスもいるってなると、生姜にめちゃめちゃ手厚いフィールドには見えますね。さあ最後ぐっすり見ていきましょうか。ぐっすりタイプはでも結構見たことないねがいるわ。フライゴン族がね、ナックラー族がいるわけなんですけれども、ぐっすりゴーピーちゃんが一番最初、関東地方のポケモンいないってぐっすり。石つぶてとかいないって、イワークとか。そして、ヨーギラスね。もういきなり、譲渡地方終わり。譲渡地方終わりました、ヨーギラス、サナギラス。で、ワカシャも放園にぶっ飛びまして、ワカシャもバシャーボがいて、水ゴイがいて、水ゴイ、沼黒い、ラグラーゾイがいて、クーチーと放園地方からいっぱい出てきてる。まあ、最近追加されたポケモンがどっちに来ていて、ナンバー、ハテナはこれはナンバー328、ナックラー29、ビブラーバー30フライゴンでしたっけなんかそのぐらいだったような気がしますけれども、ナックラー、ビブラーバー、フライゴンがいるんだと思いまして、333チルットで334チルタリスなんで阪神関係ないやろでしたっけ忘れちゃったは、ウトウトタイプとなっていて、ぐっすりピンプクが新王から来ていて、もうワシボンになっちゃった。まあ、やっぱ大型の鳥はいるよねって感じだね。ウがこの後出てきてくれないか。ウってでも剣立てのポケモンだっけウってまだいるか。いや終わりだわ。エレズンでフィニッシュとなりました。まあエレズン毒タイプのポケモンだしね。ちょっと待って、毒タイプ全然いなくない？エレズン、パルデアウパー、アーボ。毒タイプそんだけか。グレッグル、ゴクリンが来られなかったんだ。グレッグル、ゴクリンが来られませんでした。ムンナムシャーナね。まあでもそっか、ウトウトがやっぱ熱くなっちゃうし、激戦区だったっていうことだろうね。バケッチャたちまで追加してるしね。激戦区でした、ウトウトタイプ。ちなみに虫タイプも、まあ、キャタピー、カイロス、ヘラクロスで石住まいだから、まあそんな多いっていうわけでもないんだね。そして話に出してなかったけど、ミニリュウたちいないわ。やっぱりというか、海竜がね、そのゴールドにハガネールが来てくれてたから、海竜だけね、すっ飛んでアンバーまで来てくれるみたいなことはあってもいいなってちょっと、期待してたんだけど、海竜すらいないわ。ミニ竜族はなしということになってます。なのでドラゴンはもうチルタリスとボーマンダ族だね。そんな感じのアンバー渓谷フィールドとなってます。リザードンメガ進化 X してくれ。そんな感じだね。そして伝説のポケモンもエンテイのみというフィールドになっています。でもなんとなくね、ここでエンテイとか炎タイプのポケモンをバンバン出してしまうと、次のフィールド炎っぽくないフィールドになると予想してもいいし、逆にね、次炎のフィールドだからエンテイが出てきていると予想してもいいけど、ヘルガーとかは結局来られなかったね。そんな感じになっております。後ほどね、別で、アンバーのポケモンの出現予想を事前にしていたりしたので、それとね、どういう差があったよ、みたいなのも動画にしたいな、なんて思いますね。まあでもなんとなく、最近のポケモンと、あれキモリいないわ。キモリいないわ。アチャも水ゴロいるけど、キモリいないわ。キモリ来られると思ってた。アーボがさ、いるしさ、卵を集めそうなさ、チルットとかもいるから、鳥ポケモンもいるから、てっきりね、爬虫類系のキモリちゃんはむしろキモリはいられると思ってたんだよね。キモリと水ゴロはいるんじゃないかなって思ってたんだけど、キモリいないんだ。キモリいないんだ。っていう感じになってる。うわー、ゾクゾクするね。そして通常ウパーもいないね。
ほわーです。まあ通常ウーパーはさすがに来られなかったか。そんな感じで。ね、トープ洞窟が結構近いのかなって場所的には思ってたんだけど、ヤミラミちゃんとかも相変わらずいないというような地形になっておりますね。でもかなりポケモンの種類、やっぱ最序盤だからか絞られてそうな雰囲気はあるので、これ最低枠、なんていうの、絶食枠にアンバーの新ポケモンが入ってる可能性も十分あるんじゃないかなと思うね。絶食枠って多分8体か10体ぐらい、なんかそれぐらいいるはずだから、キャタピー、アーボ、ウトウトだったらキャタピー、アーボ、ウパー、タツベイ、石住まい、バケッチャ。で、キャタピー星2、アーボ星2。いそうじゃない？めちゃめちゃいそう。いわゆる絶食厳選っていうか、エナジーゼロで睡眠するとき3体だけね、ポケモン出現してくれると思うんですけど、その3体の中に、タツベイとか石住まいとか入っててもおかしくなさそうな雰囲気は感じます。いや、果たしてどうなるんでしょうか。めちゃめちゃ出会いやすいといいし、今日はね、フットスリープで1日だけ未発見ネガオ確率アップの効果が使えるので、それでね、すやすや引いたらどうしよう。ぜひね、笑っていただければなと思いますけれども、明日以降ね、リサーチの動画も順次アップしていきますので、みんなと一緒にドキドキしながら見ていけたらなと思います。他なんか見とかなきゃいけないとこってあるかな？あと、次の目標は達成されていて、で、メタモンの寝顔は5個だったから、シンプルに1個新しい寝顔が追加されて、当然いないからそうなんだけど、海流ねとか、グレイシアねとか、ゲンガーねとかはここでは、お香を使って運がいいと出会えるよぐらいの感じになってるのかなと思います。いや、楽しすぎた。OK、それじゃあね、情報をかき集めて頑張って、もうできる限り動画を作っていきたいなと思いますので、もろもろ見ていただけたらなと思いますし、ぜひともね、グッドボタン、そしてハイプなどでね、応援いただけますと動画制作の励みに非常になりますので、何卒ポチッとお願いできたらなと思います。それでは最速アンバーでわかること、いろいろでした。最後に軽くまとめときましょうかね。マスターさんに行くためには、165万エナジーほどかかるみたいです。で、鍋拡張は343万かけらで12個アップさせて最大81まで増やすことができます。で、ネガウ図鑑の目標は450種と510種でした。で、フィールドボーナスの上限は 85% 止まりになってます。前回はね、最大 15% 増えて、75% までになってたんだけど、今回は 10% までになりましたね。フィールドの数もね、増えてきているので、順当なのかなという気がします。で、新ポケモンたちの出現状況、あんな感じとなっていました。バケッチャも出てきてくれてるけど、キモリがいなかったりとか、もいなかったね、そういえばね。で、ミニリュウも、さすがに出てこられなかった、というような感じになっておりました。明日からのアンバーリサーチ、とっても楽しみです。ぜひそちらの動画もお楽しみに。では動画、たくさん作りたいと思います。またね、バイバーイ。ジャスミスった。レシピ見てなかった。一旦これね、確認しておきたいなと思いますね。おそらくね、もう判明してるんじゃないかなと思うんですけれども、カレーが2つ増えてないか。これがバケッチャのなりきりバケッチャシチューだから、1個増えてるね。22、40、41、32。待って、今、頭が働いてないから、計算機を使わないと私は計算できません。22足す、20足す、41足す、32は、115。でかすぎんだろ。115カレーが1個追加されてます。待って、今、鍋81だから、料理パワーアップ S レベル7を足して 112？ だから作れない。重ねがけ前提のやつ来てるわ。キャンチキだと作れるね。で、サラダは1種類だけ？違うか？サラダは2種類か？もうちょっとわかんなくなっちゃってる。サラダは2種類追加されてるね。大きい方が28足す、25足す、30足す、22は105個。これは比較的作りやすいというか、ほとんどリンゴ酸サラダと1個しか変わんないねーというレシピが来ていて、もう1個が14足す、ちっちゃめだね。14足す18足す10は42個のレシピが来てますが、42個でもトープ時点では作れないからどうなんですかっていう
感じかな。アボカドは来てるんですかっていう感じだね。で、今週デザートドリンクになりました。まだあれ作れてない、パンケーキ作れてないんだけど、これがパンケーキだから、やっぱデザートの最強レシピはしばらくあれだ、かぼちゃだ、パンケーキだ。で、多分このちっちゃい方のレシピだよね。18足す16足す14、それぐらいは暗算してよってところだけども、48個のレシピになってます。まあこれもトープでは作れるサイズではないけれどもというところだね。デザートの最強レシピはおそらくっていうか、パンケーキのまましばらく、まあおそらくは来年のバレンタインまでは進行していくものになるのかなと思います。そこからどうだろうね、切り替わるかね、アボカドのデザートにね。ちょっと今後そちらも気にしていきたいなというところです。ちなみにさっきタップしたらみんなスキル使ってくれましたということで今度こそこれで以上となります。また次回の動画でお会いいたしましょう。今日も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。